どうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島です。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。動画の前に新商品のご紹介をさせてください。今回、ホルモン島田チャンネル2周年限定の商品として、俺の塩島田を新たに改良した俺の七味辛口島田を作りました。こちらです。人間の味覚には塩味、酸味、甘味、苦味、旨味の5味があります。それ以外にも味わいを決める要素として近年では6番目の味として脂身なども注目されています。その他辛味など料理の味を決める上でたくさんの味が存在します。日本には昔から七味唐辛子という日本独自のミックススパイスが存在します。ホルモン島田では七味はたくさんの味と定義し、新たな調味料として俺の七味辛口島田を今回開発しました。チャンネル2周年限定商品として本日より販売開始します。今回これ限りの数量限定で製造しましたので、次回の販売のめどは今のところ立っていません。ぜひこの機会にご購入よろしくお願いします。また、皆様の感想などを聞きたいので、ぜひ購入された方は Twitter などでこちらのレビューをしていただけると嬉しいです。それでは本編どうぞ。はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。とても勝ち目がない相手に出会い、恐ろしさに身がすくんで動けなくなった経験はありますか？昔のことわざでそんな状況を蛇に睨まれたカエルと言ったりしますね。今日はそんな蛇とカエルを一緒に食べてみます。それでは早速やっていきましょう。今日は以前紹介した米とサーカスさんのチャレンジャーセットの第2弾です。チャレンジャーセットのカラス、ヒヨコ、ヘビ、カエル、オオグソクムシの中から前回はカラスとヒヨコを食べました。まだ見ていない方はぜひご覧ください。初めて食べるのでとても勉強になりました。今回はそんなチャレンジャーセットの中からヘビとカエルを食べてみましょう。まずはこちらがカエルです。タイ産のカエルで周りの皮や内臓は処理がされています。以前動画でもカエルを食べましたが、その時は頭はありませんでしたね。このチャレンジャーセットの中で唯一食べたことある食材です。身は鶏肉のような食感で癖が少なく淡白な味わいで美味しかった記憶があります。世界全体で見てもタイはカエルの養殖の生産量が上位のようです。日本だとゲテモノ扱いされるカエルですが、世界を見渡すと食べてる国も多くあります。もともと日本でも食用として輸入して、そのカエルが逃げて野生になった話は有名ですね。こちらがヘビです。奄美大島産の天然のヘビです。赤股と言われる種類で奄美大島や沖縄本土などに生息しているようです。大きなものだと2メートルにもなる大型のヘビなので、今回のものは比較的小さいかもしれません。こちらも内臓は開いて処理がされています。この赤股はいろいろな動物を食べるようです。細いけど結構長さがありますね。生きた状態だと臭い液体を出すそうですが、今の状態で特に臭さなどは感じません。今日はこの2匹を使ってヘビに睨まれたカエル鍋を作ります。この2匹のみのヘビに睨まれたカエルセットも米とサーカスさんでは販売しています。それではまずはヘビの頭をカットします。身と皮の間に指を入れて皮を剥ぎます。この感覚めちゃくちゃ気持ちいいです。こんな簡単に皮が剥けるんですね。皮を剥くと身は綺麗なピンク色をしています。結構骨が多く見た感じ食べる部分は少なそうです。皮を剥くとさっきまでのヘビ柄のインパクトも弱まりますね。カエルは特に下処理はいらなそうなのでそのまま使いましょう。次に鍋の具材をカットします。えのき、椎茸、豆腐、白菜、ネギなどを食べやすいようにカットします。付属の味噌だしを鍋に入れて規定の分量水を加えてよく溶かします。そこに野菜などの具材を入れて最後にカエルとヘビを乗せて準備は完了です。それでは早速食べてみましょう。まずは鍋の火をつけます。いただきます。今日はアメリカオレゴン州のポートジョージブリューイングのスーサイドスクイーズ IPA を飲んでみましょう。今日飲むためのビールと言ってもいいくらいなデザインです。ラベルはヘビですが、特に
ヘビの成分が入っているというわけではありません。色は濃いめのオレンジ色です。グレープフルーツのようなホップの香りを感じ、口に含むと同じくグレープフルーツのような味わいがあり、苦味と麦の甘さを感じます。飲み口はドライですっきりとしています。それでは鍋が煮えたので早速食べてみましょう。ハサミでカットしてカエルを分解します。関節で切れば簡単に切れますね。ヘビも食べやすい大きさにカットします。それではまずはカエルからいただきます。煮込むことでプリッとしていて、鶏肉よりも少し弾力があり、コラーゲンっぽさも多めです。プルンとした身がほぐれるような柔らかさです。なんとなく最近食べたものだとすっぽんに近いものを感じますね。次はヘビを食べてみましょう。ほとんど骨です。食べるところは脇腹部分の本当に限られた部分を食べる感じです。なんとなく背中の方が身が多そうに見えますが、背骨が太くほとんど食べるところがありません。この骨の間に残っている肉を歯でちぎりながら食べる感じです。なかなか味を感じるほど口に入ってきません。いい例えが思い浮かびませんでしたが、ホッケを食べ終わってよく見ると骨の近くに身が残っていて、その残った身を食べている感じです。身はなんとなく魚っぽい繊維質な感じで結構弾力があります。これだけを食べたいかと聞かれると答えに困りますが、もし遭難したとしてもヘビを食べられるメンタルを今日できた気がします。決してまずいものではなく、普段自分たちが食べているものがどれだけ美味しいのか再確認できますね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ヘビとカエルいかがでしたか？まだまだ世界中の食べたことない美味しい食材を探していきます。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。